小道具の造形とアニメーション検証と、あとアニメーターをいたしました。佐藤春音と申します。7話の竜巻のシーンになります。マイメロとクロミが竜巻に囲まれるようなシーンになってくるんですけど、どうやって撮影するのかの検証とセットも造形したので、個人的にはとても印象的なカットになっています。一番最初、フォーク槍を造形するっていうところが始まって、平面のデザインがすごいとても可愛いものが上がってきていたので、それを立体にした時にどういう風に可愛く落とし込むかっていうところをまず考えて、横から見た時にここの曲線をもっと綺麗にした方がいいとか、ハートの部分が透明であった方が雨っぽくて可愛いなとか、イラストだと模様だったんですけど溝になってた方が可愛いなということで、 3D のソフトはあんまり使ったことがなかったんですけど、初めから学んで作りました。最初の頃は出力不良が多かったので、なんか穴が開いちゃったりとか、それで結構難儀しました。一番色が大事ではあるので、可愛い色になるように研究は結構しています。今回の作品の世界観はクラシカルなデザインが多かったのかなと思ったので、ちょっとくすんでるような色合い選びました。画面映えするように作ったので、それがうまくいってることは嬉しく思いました。チューブウレタンにその羊毛フェルトを針で刺して竜巻っぽく見えるように作って、切れ目を入れて差し込めるようにして、2本の木枠にその太めのアルミの針金を複数通して、1個抜けたら差し替え、抜けたら差し替えってロケット鉛筆方式って呼んでたんですけど、そういう方式でアニメートできるように作っています。背景が竜巻として動くので、合成ではなくてその場で一発でもう撮るしかなくて、ボーダさんっていうもうベテランのアニメーターの方に竜巻のアニメートをしてもらって、私がキャラクターのアニメートをして2人で一緒に撮ったっていう形をとっています奥の方までお友達たちが回転していたりするので、そういう細かい点とかを見ていただけるととても面白いかなと思います。円形の方の竜巻に関して言うと、素材自体は羊毛フェルトでできてるんですけど、だんだん竜巻が大きくなってって画面をいっぱい埋めるっていうアニメートをしなければいけなかったので、900×900 ぐらいの大きさでセットをまず作ったんですね。その羊毛フェルト単独だとやっぱりもうどうしても支えることができないので、ちょっと太めの針金を仕込んで、それを一コマずつちょっと回転させたり、大きくなってきたらまた別のもっと長い針金に入れ替えたりして撮影してました。改めて見るとなんか本当によくやったなとは思いますね細部まで造形スタッフ一同でとても可愛いっていうものを詰め込んだので、そういうところもぜひ見ていただけたらいいかなと思います。